こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、メサとキノコをそれぞれ2回おかわりしました。もうお腹いっぱいです。好きなものだけ食べると栄養バランスが偏るわよ。いやもう好きでもなんでもないです。見つけた時の感動を返してください状態です。さて現在は北方面の地図6枚を遠征中で、調べた地図は累計25枚目まで来ました。頑張っていきます。さて地図25枚目を東に抜けて、前方に見えていたメサの突然変異バイオーム、メサ土中に近づいたところです。で、土中が海の下まで伸びていないことに気づきました。そういえば違和感あるわね。潜って調べてみてもやっぱり、ひょっとして土中は海面から上にしか生えないのでしょうか。小さい土中も同じみたいだし、足元がお留守だったのね。さて26枚目の終わり際で、南に寒い気候がありました。樹氷表現チャンスですねわかります。チャンスが活かせないと思ってるのねわかります。それから1分のち。まあ、もはや細かいことを気にする余裕がありません。テリーの命がどんどん軽やかになってきたわね。さてそろそろ北の遠征の最後の1枚、累計では27枚目に突入です。でも遠征で疲れてくると、山を迂回しようかと考えることすら面倒になってくるものなんです。で、こういう時に限って下山ルートがないんですよね。ジャングルが出ないことに絶望して飛び降りるにはいい場所じゃないの。まあ、スリルを味わって緊張感を取り戻すには役に立ちました。そこから4分、寒い気候の地上露出峡谷を見つけました。この企画では大した意味がありませんが、もしこれが高さ縛り企画だったら低い高度で雪を回収できる水前ものだったんです。地下から掘り当てるのは至難の技よね。さて広い寒い気候を抜けました。で、樹氷表現は？これだけ広い寒い気候ならどこかにあるでしょう、と思いたい今日この頃です。さてここ、寒い気候から乾燥気候に直接繋がってる様子で、少々珍しい感じがします。ところで、目の前のメサをなぜガン無視するの？そして地図27枚目の探索終了。22枚目の東半分に進みます。で、22枚目に入ってすぐ海底神殿が厄介なところにあり、回避しつつすり抜けようとしているところです。昔はおっかなかったですが、採掘速度低下を受けるまで一定の時間猶予があることが分かってからは冷静沈着対応です。嘘。ラグさんの神出鬼没はご健在のようね。さて、これで北の遠征は終わりです。冒険の時間は愚か、ピラミッドの建築材に関しても成果なしのままで終了しました。あえて言うなら樹氷表現探索候補地を見つけたことくらいかしら。あと細かいものだと海底神殿を数箇所見つけてます。が、多分もういらないです。さてようやく拠点に戻ってきました。それにしても、これだけ探してジャングルが見つからないのは想定外すぎです。ピラミッドの建築順序として、当初は木材優先で積み上げた後に、じわじわ地図を広げつつ建築材を探していくつもりだったのに。地上ブロックのほとんどは発見済みになってしまったわね。さて北の6枚を並べ終わりました。で、なんだろうこの偏ったバイオーム配置は。わずか6枚で色とりどりじゃないの。もしも初見でこの真ん中からゲームスタートしていたら、マイクラのバイオーム配置を色々誤解しそうです。で、全27枚を一望するとこんな感じになりました。一つ一つの地図が小さくなったわね。次にジャングル探すとしたら北東か北西の4枚ずつでしょうか。でももう探索はしばらく中断、ピラミッド建築作業にかかります。これ以上メサとキノコ島を見つけたくないものね。さて久々のピラミッド建築ですが、次は4層目です。
木材系バイオームの見つけた順で、ダークオークの木材ハーフブロックを積んでいきます。この2回拡張した地図も持って行ってしまいます。4層目ともなれば、そろそろ南東の線も表示されるんじゃないでしょうか。さて、長い道のりですが頑張っていきます。でももうだいぶ慣れているわよね。今回の建築、というか土木の焦点はズバリシャベルです。まだ耐久力3がついていなくて、どこまで持つかどうか。ピラミッドにこぼれた砂をロストする前に残らず回収するのは相変わらずです。砂は色付きガラスの材料なので一粒たりとも無駄にできません。一辺1メートルのブロックも一粒というのかしら。で、一つ目の頂点を越えたところで2回拡張の地図を見てみると、ついに東の辺にも線が描かれ始めました。ちょっと嬉しいです。13話目にしてやっと線、というのがもうね。さらに進んで砂漠を抜けたところで、ゾンビが様子を見に来たようです。ゾンビが出てくるということは、やっぱりクリーパーが出てくることもあるんですよね。せっかく建てた建築物が壊されてしまうと困るじゃないですか。何を今更的なこと言ってるのよ。さてここからはサバンナ大地を削りに取り掛かります。一層ごとに削る量は減っていっているはずですが、これだけ大きいとまだ減った感覚がありません。で、シャベルの耐久が破損寸前に至りました。まだ半分も進んでないのに。やっぱり耐久力3が付与されてないとお話になりませんね。手を起こすと17とか、覚えてなかったですがもう何回も修繕してたようです。今の経験値が28、シャベルに修繕使うと積むわね。というわけで、修繕せず無印を使い始めたのですが、やっぱり採掘が時間かかりすぎて大変です。で、二つ目の頂点を越えて南側を建築しているところで、先にそびえ立つ広大なサバンナには無印のシャベルを使う気になれません。もういっそ、拠点にしまってあるシルクタッチシャベルを使ってしまいましょうか。さすがにもったいなくない？シルクタッチのシャベルの使いどころは、草ブロックとポドゾル、禁止に限られるんです。各1000個ずつ集めるとしても耐久ゲージ半分残っていれば十分なんです。さらに息抜き企画の方で、ツルハシがエンチャントの種類に関わらず修繕コスト2から始まることが確認できてます。ということは多分シャベルも同様で、シルクタッチ付きでもコスト2で修繕できるはず。3回修繕するくらいまでは土木作業で使えるってことね。さて黙々と土木作業を進めているところで、ブロックをチェストにしまっているタイミングで誤って、反対側を削り始めてしまいました。気が緩み始めたわね。その途中で夜になったので、急いでベッド設置スペースを作って就寝。寝相悪いわよ。単に落下する夢を見ただけです。まあ落下する夢は不安を抱いている時に見るものらしいですが、確かにこの企画進行は不安だらけです。案外夢占いって当たるんですね。まだなお反対側を削ってるテリーの振る舞いに不安抱くわ。それから1分、ようやく反対側を削っていることに気づきました。マイクラの夜は10秒しか眠れないので寝ぼけていたようです。ベッドから落下した時頭打ったの？さてようやくサバンナ大地を抜けて3つ目の頂点に到達。あと少しです。まだ4分の1あるけどね。いえ、正直もう砂岩の山削りは楽勝なんですよ。砂を除去するまではやや面倒ですが、砂岩のみになったらツルハシ構えて歩くだけの簡単なお仕事だったりします。案外楽しそうね。で、4層目が完成しました。所要時間は1時間55分でした。なんとか2時間切ったのね。で、間を空けずに続いて5層目に取り掛かります。次は白樺の木材ハーフブロックです。そして約1時間半ほどで、5層目が完成しました。
なんというあっさり。ちなみに途中で採掘用ツルハシ2本を修繕したので、経験値はその分だけ減っています。さて、地図を貼り直してみました。白樺の木材は砂と同じ色のようで見分けつきにくいですが、きちんと地図には表示されているようです。まさか次はジャングルとか言い出さないわよね。さすがに凝りました。ジャングルは仲間外れで、次は5種類の木材ブロックを順に積んでいきます。で、木材系の上は、木材以外の集めやすいハーフブロックを積んでいこうと思ってます。ハーフブロックは紛らわしいので早めに積み終えてしまいたいです。さて今回はここまでです。次回は建築続行で、経験値が尽きたところでネザーでブレイズロッド集めを行い、そしてインドラ討伐に進む予定です。この企画なら安心して死ねるわね。それではまたね。バイバイ。